皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。これまでに酵素反応の基礎式である見返り面定式について多くのことを述べてきました。しかし、本式では基質が酵素よりも著しく多いという仮定のもとで導かれていることをご存知でしょうか。もしこの仮定が成立しない場合に本式は使えるのでしょうか。しかし、この疑問に対して明確な回答は与えられていません。私は10年ほど前にある化学反応におけるごく低濃度域での実験データを解析するため数式モデルを構築しているとき、この仮定のない酵素反応速度式を導出しました。そこで今回の動画では本式を導出し、次回の動画でその特性を説明します。今、容器中に約30度水に保たれ、十分に攪拌されている水溶液中に酵素 E を溶かします。その濃度を ET とします。次に基質 S を投入します。その濃度を ST とします。これにより水溶液中には酵素は有利状態の酵素 E と複合体状態の酵素 ES の形で存在します。また基質も有利状態の基質と複合体状態の基質の形で存在します。この時 S は E の触媒作用により次のような機構で中間体 ES を経て反応物 P へ変換されるものとします。本反応に関する変数及び乗数を右の表に列挙しています。また、1式中のイタリックの形は素反応の速度乗数を表します。1式に基づき、最初に皆さんがよく知っている見返り面定式略して MM 式と呼びますが、この式を導いてみましょう。本式の系統的な導出法は前の動画第3章 3-2、3-3、3-4、3-5で述べていますが、ここでは基質が酵素よりも著しく多いという仮定なしの酵素反応速度式を導くのに用いられる別の手順を使います。この導出の基本は測定できない有利酵素濃度、有利基質濃度、複合体濃度を消去することです。まず、酵素濃度は2式で与えられます。また、基質濃度は3式で与えられます。ここでよく知られた MM 式の誘導では、S が ET よりも著しく大きいことを仮定し、3式を4式のように表します。今、1式において E と S から ES が生成する過程が迅速平行にあると仮定すると、乖離乗数、すなわち見返り乗数 Km は5式のように書かれます。また、この過程により立足段階となる ES から P が生成する過程の速度 V は6式のように書かれます。6式を ES について解くと7式となります。これを5式へ代入して8式を得ます。これを E について解くと9式を得ます。さらに7、9式を2式へ代入し10式を得ます。そして10式を反応速度に対して解くと11式を得ます。最後に V2 イコール K2×ET と置くと目的の MM 式である12式を得ます。次に同じ手順により一般化された酵素反応速度式を誘導します。比較しやすくするため式番号を1から始めるとともに
重複する表現を使います。今、容器の中にある30度水程度に保たれ、十分に攪拌された水中に酵素 E を溶かします。酵素反応は前述の場合と同じ機構で進むと考えます。容器中に酵素は有利の状態と複合体の状態で存在するので、酵素濃度は2式で与えられます。同様に基質も有利の状態と複合体の状態で存在するので、その濃度は3式で与えられます。今、1式において E と S から ES が生成する過程が迅速平行にあると仮定すると、乖離乗数、すなわち未乖離数乗数 Km は4式のように書かれます。また、この過程により立足段階となる ES から P が生成する過程の速度 V は5式のように書かれます。5式を ES について解くと6式となります。これを4式へ代入して7式を得ます。これを E について解くと8式を得ます。6、8式を2式へ代入し9式を得ます。これを S について解くと10式を得ます。6、10式を3式へ代入すると11式を得ます。11式を12式のように変形します。これを V 割る K2 について解き13式を得ます。ここで ST イコール0の時 V は0になるはずですね。しかし混合の前の符号がプラスの時 V は0にならず物理的に矛盾します。一方、符号がマイナスの時には0になります。よって13式では符号がマイナスの項が正しいことがわかります。結果として一般化された酵素反応速度式は14式のように与えられます。ところで本式が正しいならば ST は ET よりも著しく大きいということの条件を適用したとき14式は MM 式になるはずですね。このことを示すため14式の分子を15式のように有理化して整理します。ここで15式の簡略化を分かりやすくするため全基質濃度、全酵素濃度、未乖離数乗数をそれぞれ A、B、C で表します。これにより15式中の分母の混合の中の項は16式のようになります。ここで MM 式では A が B よりも著しく大きい、すなわち ST が ET よりも著しく大きいという仮定を使用しているので、これを15式へ適用すると16式は17式のように簡略化されます。すなわち15式は18式となります。最後に K2×ET を VM と置くことにより18式は19式、すなわち MM 式となります。この動画で導いた14式は紛れもなく酵素反応の一般化された反応速度式です。この式から未乖離数面点式の形は想像できませんね。
これはちょうど14式だけが見えている岩のようなものですね。これをハンマーで割ってみましょう。すると割れた岩の中に15式が見えてきました。これは少しばかり MM 式の形を呈していますね。さらにもう一回、ST が ET よりも著しく大きいという力を加えて、ハンマーを岩に叩きつけます。するとどうでしょう。岩の中から通常必要のない部分が削ぎ落とされた MM 式が出てきましたね。次回の動画では14式に比べて MM 式がどれくらい計算誤差を与えるのかについて議論します。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。質問があれば遠慮なく尋ねてください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。